さてさて、今回の旅の始まりは福岡県北九州市小倉駅からとなります。お時間が午前の10時前ですね。この日の朝9時前にですね、北九州新門司港にフェリーでやってまいりましてね、そこから送迎バスで小倉駅に送っていただき、そのまますぐ新幹線に乗り換えましてね、まず向かいますのは博多駅でございます。一駅ですね。で、博多駅から本日のねタイトル等にもあります通り、長崎県五島市に向かうんです。さあ、長崎五島にどうやって向かうのかというところですけれども、行き方はいろいろありますね。飛行機でビュンと行けるし、あとは博多ふ頭からですね、船に乗っていくこともできます。そして長崎まで、鉄道で行って、そこから船で渡ることだってできますね。で、今回は行きはですね、飛行機で行きたいと思います。ということで、まず向かいますのは福岡空港。福岡空港っていうのはなんて便利なんでしょうね。博多駅から地下鉄で2駅5分ですからね。あっという間に福岡空港に到着いたしました。お時間が11時というところでしょうか。飛行機まだ時間がありますんでね、こちらのいつもやってまいります黄金色の豚さん、こちらでとんかつをいただきましょう。ケーキ漬けですよ。何のケーキ漬けか分かりませんけれども、この厚切りのとんかつがね美味しいんですよ。ちなみに僕はですねロース派です。断然ロース派で、ソースごまは全くすらない派でございます。どうでもいいです、はい。厚切りのとんかつを食べてご飯をガガッとかき込むという至福の早めのランチタイムでございます。ペロリでございます。さあ、とんかつでお腹いっぱいになったところでね、セキュリティゲートを越えまして、今回はこちらの81番82番バスラウンジからの登場となります。このバスラウンジすごいんですよ。目の前をねこうやってね飛行機がスーッていくんですよね。すげーなんてね、こう大迫力の飛行機をね子供のように眺めておりました。さあ、いよいよ登場となります。今回登場いたしますのが ANA の4693便。こちら福岡を12時ちょうどに出発しましてね、五島の福江空港に12時40分に着くという、40分の短いフライトとなりますね。さあ、いよいよ飛行機に乗り込んでまいります。毎回言うんですけど、僕プロペラ機好きなんですよ。だからなんやねんっていう話ですけどね振動が好きですよというお話でした。さあ、席に着きました。登場しますのはボンバルディア社の Q400 ですね。 DHC8 って書いてますけど、もともとはねデ・ハビランドカナダ社 DHC 社だったらしいです。そんなことはさておき、いよいよ離陸でございます。こうやってねちょうどエンジンの横だったんで、車輪が格納される様子をね眺めることができました。であとはでもすぐです。飛んでる時間も30分あるかないかぐらいですからね、もうあっという間にね着陸態勢に入ります。またこのエンジン部分からねガチャンとこう車輪が出てきまして、スルスルスルっとね降下してまいりまして、あっという間に福江空港に到着いたしました。まだねちびっ子たちの夏休みに入るちょっと前ぐらいの時期だったんですけれども、搭乗率はね9割ぐらい、結構たくさんの人ね乗ってらっしゃいましたね。ということで後期してまいりましたが、懐かしい。1回しかまだね来たことないんですけれども、過去ねフェリー太古という船に乗ってこちら福江に来たんですよ。その帰りに僕はここからですね福岡空港に飛行機に乗ったんですけども、今回は往路、来る時が飛行機、そして帰りはなんと太古に乗ってね帰りたいと思いますんで、帰りの動画も楽しみに皆さんねお待ちくださいね。さあ、空港に着きまして、ここから宿に行くにはまだちょっと早すぎるということで、今回はですねなんと観光をしちゃおうじゃないかと、こう珍しい試みですね。今回ですね宿の予約をした時にね、お宿の方からおすすめがあったんですよ。飛行機が着いてチェックインまでの間 2,3 時間ぐらいでこの五島のですねスポットをポンポンポンと回って、そのままホテルまで送っていただけるプランがありますが、いかがでしょうかと。ありがとうございますということでね、まさに渡りに船という感じでしたけれども、タクシーに乗ってですねいくつか観光スポットを回ってからホテルに行きたいと思います。まずですね連れてきていただいたのがこちらです。こちらですって分かんないですね。非常にこれ海なんですけども、今ちょうど干潮なんでしょうかね。連れてきていただいたのが県指定有形文化財でもあります堂崎教会、堂崎天主堂でございます。隠れキリシタン文化ということでね、五島にはたくさん教会があるんですけども、その中でも最も美しいとされる海沿いのレンガ造りの教会でございます。中をねひとしきりブラブラっと見学しまして、で外に出てきたらまたタクシーにポンと飛び乗って次の観光地へ向かうと。
れはいいですよ、本当に癖になりますね。さあお次にやってまいりましたというか連れてきていただきましたのが石田城跡、石田城というお城があった跡なんですね。黒船の来航に備えて作られたお城なんですけども、今ねこのお城の中というかね、天守閣があったあたり、ここはね高校になってるんですよ、ハイスクールね。でそこの付近はこう見学することができるんですけれども、当たり前ですけども高校の敷地には入っちゃダメですよと、不審者になりますんでね。今のは高校です。すごいですね、お城のこの城壁というか石垣に囲まれた高校って通ってる人すげえなと思いましたね。で次連れてきていただきましたのが武家屋敷通りですね。江戸時代のねこの街並みが街並みというか街並みの面影が残るこの武家屋敷通り、皆さんね普通に生活されてる中にこのふるさと館というね、施設がありましたんで、ここをプラッと見学したいと思います。中にはですね、武家屋敷があるわけです。この石垣で囲まれた中にお屋敷がありますと。こういうの好きなんですよ。であとはお土産物屋さんとか、あとちょっとしたね、飲食ができるカフェスペースであるとか、あとは歴史のこの資料展示室のようなものがありましたね。というところでしばらくのんびりして、さあ次行きましょう。いいですねこのサクサク感。ドライバーさんのこう説明を聞きながらですね、もうスイスイ観光ができてしまうと、観光タクシーの魅力にね気づいてしまいましたよ。そんなこんなでですね、お次の観光スポットに連れてきていただきました。お次明星院というお寺になるんですけれども、日本遺産と書いてますね。ここはですね五島最古の木造建築物であるお寺、その天井に有名な天井画があるんですね。大坪玄能さんという方かな、121枚の花鳥画が色鮮やかに描かれていると。だからねすごいこう観光地化してんのかなと思ったらね、いやもう勝手に入って勝手に見てくださいという感じでしたね。特に受付の方もいらっしゃらず、スルッと入ってスルッと見て、スルッと出てまいりました。いや太っ腹なのか何なのかすごい余裕を感じましたね。でお次に向かいますのが、先ほどもねちらっとご紹介させていただきました鬼岳というね標高315メートルの山でも、この山がですね全面が芝生で覆われているというね、これはいいですね、美しい。そしてね上まで登ってね段ボールでスーッとこう滑り降りてきたいなと、そんなことをムクムクと思わせる山でございます、鬼岳で。ここからの景色、この駐車場は中腹ぐらいにあるのかな、ここからの景色が美しかったですね。で桜の木もたくさんありますんでね、春なんかは美しいんだろうななんて思いながら、でも段ボールでスルスルっとやりたいなと、でも上まで登るのめんどくさいななんてことを一人でもやっと考えておりました。いや鬼岳美しかったですね。さあ鬼岳を後にしまして、次がね最後の観光スポットになります。ここまでだいたい2時間ぐらい、次行ってホテルに着いて、ちょうど3時間弱というところでしょうか。最後に訪れたのがアブンゼビジターセンター。アブンゼと何語やという感じなんですけど、漢字があってね、漢字は鎧、金辺に登るの鎧ですね、鎧に背と書いてアブンゼと読むんですね。でここのアブンゼのビジターセンター、ここにはですね五島っていうのはもともと陸つながりだったんですよと。で大陸がねバーッとこうプレートが移動して島になったんですよというような解説が中にされてました。あとはこのアブンゼというね背の独特な地形の紹介であったり植物の紹介、非常に勉強になりましたね。ということでいよいよお宿に向かいましょう。開始から動画ね9分経ってますけども、ようやくお宿が出てまいります。お待たせいたしました。本日お世話になりますのがこちら、五島リトリートレイ by 温子知心さんでございます。リトリートっていうのはね、最近よく聞く言葉ですけども、引きこもるというかですね、引きこもるじゃないな、仕事とか家庭とかの日常生活からちょっと自分を離したところにおいて自分と向き合ってみたりね、頭の中を整理したりという意味です。まさにぴったりなホテルですね。入った瞬間この景色ですよ。ドカンと広々としたフロントロビー、そして大きな窓からは美しい海が見えます。このソファーに座ってね、お茶とお菓子をいただきながらチェックインの手続きです。この空間が本当に素晴らしかったですね。天井も高くて
で窓の方を見たらね、あの景色ですよ。さあチェックインを終えましてね、いよいよお部屋に向かっていきましょう。今ちらっと見えてましたのが五島のね名産品のショップですね。あそこで椿の石鹸と、あとね五島うどん買いましたね、僕ね。さあお部屋がね3階になります。今左奥に見えてるのがレストラン、後でまたご紹介しましょう。お部屋がありますゾーンがこの扉でね仕切られてまして、ここを入りますとずらりと客室が並んでるんですけども、ここ一歩入るとなんかまたね違う世界に来たなという感覚になりましたね。まさにリトリートですよ。で今回お世話になりますお部屋、こちら35番というお部屋になります。早速中に入ってみましょう。で中に入りましたら、まず靴を脱いでくださいねと。もう靴が脱がれておりましたけどね、そんなことはさておき、この景色ですよ。入ったらベッドがあってソファーがあって、その奥が天井から床までの窓、ドーンと海が見えると。後でまた詳しくご紹介していきますけれども、お部屋の中をプラプラと見ていきましょう。まずベッドがありましたね。でこちらがソファーです。ソファー座り心地がいいですよ。これねちょうど横にもなれる、ソファーの長さで、窓からの景色これです。でちなみに前の芝生のゾーンは人が立ち入れないようになってますんでね、向こうから見られるということはありません。景色をぼーっとね好き勝手な格好で室内から存分に楽しめるというのがね、ここのお宿の特色なんです。本当にね、もう一日中景色を見ながらただただぼーっとしておいてくださいねと、そういうメッセージが伝わってまいりますね。壁面にはね大型のテレビがありましたけれども、テレビを見る時間なんて僕は1分もなかったです。はい、この景色ですよ。そしてこの景色を眺めながらお風呂にも入れちゃうもんねというのがこのお部屋のすごいところですね。夏なんで虫が入ってこないように細かなめのねネットがかかってますけれども、でも景色こんな感じで見えますし、風も入ってきますんでね、あとかすかにね波の音なんかもします。本当に素晴らしいです。で向こうからね見れませんってさっきお話ししましたけども、思う存分すっぱだかで景色を堪能できるよと、素晴らしいお風呂でございます。ちなみに座布団と使って上がったら減った分だけお湯が追加されるというね、優れもののお風呂でございました。でこちらが洗面台ですね。もちろん必要なものは全部揃っております。歯磨き用のコップがね、マグカップっていうのはちょっとおしゃれじゃないですか。そんなおしゃれな洗面台、横には十分な数のタオルですね。ついついね救命胴衣を探してしまいますけれども、船ではございませんのでね、救命胴衣はございません。でこちらの入れ物の中には主にバスアメニティですねがぎっしり入っております。ブラシなんか頭トントンやったら気持ちよさそうですねやんの忘れてた。でこれでマウスウォッシュですね、という必要なものは全部揃ってますよと。で一番下にグレーの見えてますけど、あれはバスマットですね、レイと書いてございます。お隣こちらがシャワーブースになっております。こっちでシャワー浴びてさっきの浴槽にドボンしてくださいねということでした。という素晴らしいお部屋です。もうねこれを撮ってる時からもうああやってこうやってってもう過ごし方のシミュレーション頭の中でも全速力でやってますけれども、ベッドダイブとかしたい気持ちをぐっと抑えてね、お部屋の紹介続けてまいりましょう。お部屋の奥にありますクローゼットですね。バスローブが2着かかっております。ハンガーも木製のね素晴らしいものがたくさん用意されておりました。今ちらっと映ってたのが館内着、サムエタイプの館内着、そしてその下にはセーフティーボックスがあって、一番下にはナイトウェアですね。夜は浴衣方式ナイトウェアで寝てくださいねと。この浴衣もなんかおしゃれじゃないですかこれね、帯の感じとかも。というクローゼットゾーンのご紹介でした。で引き続きデスク等々見ていきたいんですが、やっぱりねこっちが気になりますよ。もうずーっと見ておきたいこの景色。でもあと少しだと。お部屋設備のご紹介に戻りましょう。こちらの引き出しを開けますとカトラリー類とグラスが入っておりますね。お部屋で何かフルーツとかね、そういうのも楽しめますよと。でその下にはワイングラスがぎっしりです。赤ワイン用、白ワイン用ですね。で、その下の引き出しを開けますと、ここがお茶コーヒーセットがぎっしり入っております。電子ケトルがあって、そしてねコーヒーもですよ、豆から入れてくださいねと。自分でねゴリ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 豆をひいて、それでドリップをして楽しんでくださいと。いやこれね本当にやろうとは思うんです。いつも豆からコーヒーを入れるってなんかこう
心のゆとりができそうじゃないですか。やろうといつも思うんですけどね、今回もやらずじまいだったということをね、先にご報告申し上げておきますで、お隣冷蔵庫ですね。冷蔵庫上下に分かれておりまして、上の段には赤ワイン、白ワイン、スパークリングワイン、そして日本酒が入っておりましたね。で、下の段にはソフトドリンクびっしりと、あとビールもありましたね。で、この下の段はフリードリンクですよと、ご自由にどうぞということでした。この後すぐね、ヤクルト1000を飲みました。はい。で、最後にナイストイレでございます。もちろんこんにちはというタイプのナイストイレがございますというので、お部屋の紹介以上です。さあ、この景色に戻りましょう。もう何も言う必要ないというかね、言葉が出てこないというかね、ぼーっと見てるだけ。ちょっとね、カラスがこうひし形の陣形を取っていたっていうのがちょっと気になりましたけれども、カラスくんものんびりやっとるねという感じで、この景色をひたすらまずはぼーっと眺めておりました。で、おもむろに服をパパッと脱いでですね、次はお風呂に浸かってこの景色を眺めようと、もう大満喫大会の始まりです。お風呂の温度もちょうどいいこのぬるめのね、夏っぽい温度でございまして、お湯に浸かりながらこの景色を眺めて、で、上がってきたらですね、冷蔵庫の中からプレミアムモルツを取り出しまして、このキンキンに冷えたプレモルで5等に乾杯でございます。もうちょうどお風呂でね、ほてった体の中を冷たいビールが流れていくっていうのがこう分かるわけですよ。もう一気に一缶いってしまいそうなところをぐっとね、窒息しそうになったんでぐっと我慢して、半分ぐらい一気に飲み干してね、あとは iPad を持ってきてね、ここで読書なんかをしながらですね、ぼーっとしておりました。で、1時間ほど過ごした後はバタンと。これも気持ちいいですね。で、ちょっとね、頭の下にこう腕なんかを入れてふっと足元を見ると、あの景色が見えるわけです。で、うとうとしておりましたらね、すっかり夕方になりましたね。そろそろ晩ご飯の時間ということで、食事会場レストランに向かいましょう。夕食は和食ということで、飲み物は焼酎をチョイスいたしました。ここ五島で作られている椿の酵母、五島ね、椿が有名ですから、椿酵母で作られている芋焼酎からスタートです。さあ、お料理が始まりました。じっくりご紹介したいので静止画でお届けいたします。左下からネリというお魚の握り寿司、左上に行きまして久我島産車エビの生姜煮です。で、一番上にありますのが五島そうめん、そうめんの芋すり流し、そのお隣が五島トマトのくるみ味噌、そして最後にさざ波地鶏という鶏の黄味噌和えでございます。もうこれだけで、焼酎一杯いけちゃいます。そんな前菜からスタート。さあ、お次に出てまいりましたのはお吸い物ですね。大きな椎茸とお魚はイサキですね。で、このお豆腐、これがね、五島の特徴のあるお豆腐なんですけども、しっかりしてるんですよ。しっかり豆腐です。何豆腐ったかな、牛尾豆腐ったかなはい。で、お次がお作りで、左側がごまさば、右側が鯛になりますね。ごまさばのお作り、九州ならではという感じです。ちなみにこのお作りもそうですけども、今まで出てきたお料理も全てこの五島産の食材を使っております。うまい。素晴らしいお料理が続きますと、さっさとすっすとお酒がなくなってしまいます。2杯目いきましょう。今度は麦焼酎にしましたね。こちら五島でまた作られている焼酎なんですけれども、本格焼酎五島麦10年熟成というね、お酒でございます。麦焼酎ってなんか飲みやすいイメージがありますけども、結構なんかね、こう麹感があるというかね、お酒っていう感じで、これ美味しかったですね。で、しのぎとしまして五島うどんです。やっぱ五島に来たら五島うどん食べんといかんでしょと。で、冷や汁仕立て、つけだれがですね、冷や汁、お味噌がベースになっててね、爽やかなお味噌味のつるっという喉越し楽しむことができました。さあ、お次が揚げ物です。タイの一種赤目というお魚のね、フライです。ソースはね、コクのあるブロッコリーのソースでした。揚げ物ハンターなんでね、一口でいっちゃいました。さあ、お次鍋ですね。お鍋が出てまいりました。このお鍋、何をしゃぶしゃぶするかと言いますと、こちら黒ムツでございます。言わずと知れた高級魚黒ムツですけどね、いい脂が乗ってるんですよ。これをね、
お鍋の出汁でしゃぶしゃぶして、半生ぐらいでいただいてまいります。上質な脂の乗ったお魚っていうのはね、お肉にも匹敵するなという感じです。さあお次は食事ということで、後藤さんのお米ですね、夏ほのか、そしてこれです、五島牛です。五島牛のサーロインステーキですね。で、赤だしが出てまいりました。ちなみに焼酎はおかわりしております。脂の乗った黒むつもめちゃめちゃ美味しかったですが、私はやっぱりこっちかな。脂の乗った五島牛、塩をちょんちょんとつけていただきます。最高でした。あと10切れぐらい欲しかったですね。で最後デザートとしまして、大石卵、この辺りの卵ですね、卵を使ったプリン、ブリュレですね、でシャインマスカット添えでございました。最後はお茶をいただいて、ほっと一息、最高の夕食を楽しむことができました。で用もなくですね、館内をプラプラ歩いて、夜の景色も綺麗やななんて思いながらね、ちょっと酔いざましをした後、お部屋に戻ってお風呂にドボン。めちゃめちゃ静かで穏やかな空気が流れておるねと、心静かに整えましてね、リトリートですよ。でベッドに横になって、もう吸い込まれるようにベッドに入ってね、あっという間に熟睡タイムが到来いたしました。おやすみなさい。おはようございます。当然カーテンは開けたまま寝ましたんでね、この朝日での目覚め、夏の朝ということでね、室内と外の寒暖差ありますんで、ちょっと結露しておりますけれども、窓が結露しているなら窓のないとこに行けばいいわけです。そうです、お風呂。このネット越しに朝の海を眺めながら、朝の海の音を聞きながら、まずはお湯にドボンタイムでございます。なんと言いますかね、この起きた瞬間からのんびりしている感じ。だいたい朝っていうとね、あれ用意しなきゃこれ用意しなきゃみたいなねことが日常では多いんですけれども、のんびりとした目覚めの時間、これぞ非日常という感じですね。さあお風呂から上がって水を一杯飲んで、レストランに朝食をいただきに参りましょう。ご用意いただいた席からはちょっと幻想的なね鬼だけが見えておりましたね。さあ朝食が運ばれてきたんですけども、もうこの品数の多さにまずはびっくりというところですね。焼き魚が美味しそうですね。卵焼きも美味しそう。しっかりしたお豆腐の入ったお鍋なんかもありますね。色とりどりカラフルなサラダがあって、あとは小鉢類も充実してますね。お豆、そしてお刺身、優しい煮物、そして僕の大好きな海苔の佃煮。これだけでね、ご飯お茶は2杯いく自信はありますね。あと切り干し大根にはお魚が入ってましたね。あとフルーツなんかもあります。という品数の非常に豊富な朝食をしっかりと味わって、ご飯本当はね3杯4杯とおかわりしたかったんですけれども、お腹パンパンになってもあれやなということで、ご飯は一膳だけにしながらおかずをしっかり味わいました。ペロリでございます。でお部屋に帰ったらね、結露もだいぶ取れてまして、この美しい朝の景色が広がっております。いやもう一泊したいです。今から夕ご飯の時間までここでのんびりしたいなと。でもね、非常にもチェックアウトの時間が迫ってきております。そんな中目に留まりましたのがね、これ自動草刈り機ですかね。草刈り機なのかな、なんか行き先をどうしようかなと決めあぐねてるようでしたね。その場でくる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 回ってるんで、右やでと心の中でエールを送ったりなんかして遊んでおりました。しかしこの景色はね、ずっと見てても全然飽きなかったですよ。でまたねぼーっとしておりましたら、いよいよチェックアウトのお時間がやってきてしまいました。本当はね11時のチェックアウトの時間ギリギリまで滞在したかったんですけれども、冒頭お話したように帰りはね船で帰るんです。フェリー太古というねフェリーに乗って、ここ福江からですねいくつかの五島列島島に立ち寄って福岡博多埠頭に戻るんですけれども、その船の時間が10時10分、1時間前には着いておきたいなということで、9時前にですね後ろ髪を引かれる思いでチェックアウトをして、福江港フェリーターミナルに向かいますというところで、今回の動画は以上になります。いやしかし本当にその名の通りリトリート、完全なる非日常でね、こんなにずっと窓の外を見ていたってね、僕の人生初めてかもわかんないです。素晴らしい体験をさせていただきましたということでね、今回も最後までご視聴どうもありがとうございました。次回
次回かな、こちら福江からフェリー太鼓に乗って福岡に戻る様子をお届けしたいと思いますんでね、もしよろしければチャンネル登録をして次回以降の動画楽しみにお待ちいただけましたらと思います。ということでね、また次回の動画でお会いいたしましょう。ではでは、さよなら。